やっほー、シャールです。今日は貧乳だっていいじゃないか。そうだもの。恥ずかしい。というお話をしたいと思います。よろしくお願いします。というわけで、前かな、巨乳に関するお話をしたと思うんですけど、お胸がぺったんこです。これでシュレディンガーの猫理論がなくなりました。あれはつけ乳でしたね。というわけで今日はですね、上野まで行ってきました。東京から約5分ぐらいで着く近場なんですけど、東京じゃないや、上野がめちゃくちゃいろんなものがあるんですね。その中で今日シャルは国立科学博物館に行ってきました。でチケットはこれですかな。で今日めちゃくちゃお外が暑かったんですよ。で前の巨乳に関する動画も出してて、ちょっと今日はつけないでお外行ってみようかなと思って思い切って外していきました。そしたらですね、とにかくまず体が軽いですね。ちょっと貧乳最高って思い始めてきました。で最初は上野公園かな、その辺の公園に行って、まず一人でポツンとお弁当を食べてました。周りはお花見客もいましたし、カップルみたいなもんもいましたけど、一人で黙々とご飯を食べ終わり、目的地の国立科学博物館行きました。であの辺ってめちゃくちゃいろんなものがあって、上野動物園とか西洋美術館とかいろんなのがあるんで、観光にはすごいいい土地なのかなと思います。でシャルは深海の無脊椎動物展みたいな、そういうのがあったんで、それを目的として一応行ってみたんですね。で土曜のお昼過ぎだったんですけど、人がめちゃくちゃいました。やっぱりね、子供連れがとても多いですね。もうその時点でまず結構げんなりしながら軽く見回って、ほんとね混んでて、人の流れもゆっくりだし、じっくりとこう見れる感じじゃなかったですね。で仕方ないんで、もうパパパって見て、でその常設展なんですけど、大人が630円だったかな。こちらもすごいお安い感じだったんで、それは良かったんですけど、でその深海生物だけじゃなくていろんなものが常設されてたんで、せっかくなので一通り巡ってきました。でほんと歴史博物館的な感じで、すごい昔学校で習った社会の時間を思い出すような感じで、石器時代のなんとかとか、もっと地震の測定のやつだとか、本当にいろいろとあって、結構見応えはすごくありました。で建物がそのメインホールみたいなのがあって、でそこで1階から3階ぐらいまで一通り見終わってから、その後別の建物があって、地球館なのかな、ちょっと名前忘れちゃったんですけど、そっちの方もまだ見れるものがあって、でそこで宇宙の誕生の歴史から説明される規模の大きいものがありまして、そっちの方が結構部屋が全体的に暗かったんで好みではありましたね。でそっちの方が若干静かだったかな。
まあ割と一通り見れたような気はします。で、あと国立科学博物館でとてもいいなって思ったのは、館内といいますかお外なんですけど、喫煙所がありました。素晴らしいですね。で、まあ博物館とか上野動物園らへんのあそこのなんか区域は雰囲気いい感じなんで、ナンパ的な行為も全くなかったです。ただ多分それはその胸の大きさ関係なく、あそこで多分ナンパする人はあんまいないんじゃないかなっていう感じですね。なのでこの胸の大きさは関係ない気がしてきました。胸の話に戻りますけど、基本どこか一人で何かを見に行くとかっていう時は基本もう胸ぺったんこでいいかなって思いました。巨乳になるのってある意味コスプレみたいなものでもあるんで、ちょっと毛色が違うんですよね、メイクするの。なのでシャルが巨乳になるのはなんか人に会う時とかめったにないですけど、1年に1回2回あるかわからないですけど、そういう時にこうエンターテインメントとして胸を大きくして人に会うみたいな、それ以外はもうこんなんでいいかなって思いました。というわけで博物館見て回ったらなんか結構海鮮物がちょっと食べたくなってきたんで、夜なんかお寿司か何か食べてこようかなって今考えてます。じゃあまたねー。